宿題これ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバモモババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンはービバモモ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、チャトラのマサルくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん、画面に収まっておりませんが、白黒のクータくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はーい、まどかさん。今日は1個目だね。おめでとうございます。で、まーちゃんどこ行った1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。はい、まっちゃん。ジャスティス。じゃあ、かくれんぼしちゃってんね。せっかくかわいいのにな。はい、今日も塩入りのお湯。ああ、しょっぱいな。最後にドバって入っちゃったんだよね。最後にドバって入っちゃったんだけど、まあ今日はお湯沸かしたからお湯はたっぷりめにあるからいっぱい入れれば大丈夫かなと思ってね。いっぱい入れてみたけど、やっぱしょっぱいな。やっちまったな。でもにゃんこが幸せそうでよかったよ。全員集合でな。いい眺めでございましたよ。カニターさん、ジャスティス、ありがとうございます。ケンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。あれ、いなくなったよ。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。ヒヨンさん、ジャスティス、皆様、こんばんは。本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。お皿はもういいですかね。空のお皿、舐めますかね。綺麗になってるわ。今
今日はね、カリカリ微妙に残ってたからいいかなとは思ってたんだけど、ただね、残ってようがなんだろうが、やっぱりもらえることが嬉しいみたいでな。なんかそわそわしてニャーニャー言うから、じゃあと思ってね、せっかく買ってきたしと思って今日はね、2個のカリカリね。じゃあと思ってちょっと継ぎ足してあげたら、なんかちょこっと食べてね、食べるんかいみたいな感じで。で、夕飯もね、同じようにちょこっと残ってるけど、やっぱりなんか欲しいみたいだったから、じゃあしょうがないと思って次出してやってね。いや、まあね、残ってるからそんなにいらないよね、と思ってね。まあ少し、少なめにあげたんだけど、今日はみんな綺麗に食べてな、すっからかんになってたので、チュールをあげましたよっていうね、感じでございますよ。で、今日は、火曜日か。火曜日だからゴミの日ではないな。で、そうだ、農協やってるなと思って火曜日だからさ。やってるけど、まあ、うちに今ね、食べるものはいっぱいあるから、いらないっちゃいらないんだけど、まあ、ただね、日課だからさ、日課なので、他に行くところ私ないのでな。まあ、とりあえず農協の品揃えチェックには行ったんだけど、今日はね、すごかった。大根と白菜祭りだったな。もうてんこ盛りの大根とてんこ盛りの白菜な。まあ大根はいろんな種類があるんだけど、でね、巨大な大根も100円で売られてたんだけど、今日もさ、この前買ってね、ようやく干し野菜にしてさ、あんな巨大な大根ね、半分干し野菜にしたらさ、もうこんなちょこっとになっちゃってさ、あんなでかかったの、こんなんなっちゃうのかってぐらいになったんだけど、まあ、とにかく干したばっかりだから、ね、大根はとりあえずいいやと思って。で、白菜はまあ200円だったんだけど、まあ、とにかく巨大なんでさ、これは買っといてもいいかなと思ってね、今日は白菜を、結局食べるものいっぱいあるっちゅうのにさ、買ってきて、で、まあ、外側の葉っぱね、一番、ちょっとね、さすがに食べたくないかなっていうところだけは2枚ぐらい剥がして、で、あとね、もうちょい捨ててもいいけど、まあ、割と綺麗だし、もったいないよなっていうところを10枚ぐらい、10枚もいかないかな、8枚ぐらいかな、剥がして、で、あとは、まあ、さすがにちょっと今日は調理できないっていうかさ、まあね、干し野菜にしたいぐらいさ、天気のいい感じだったんだけど、今日は。ただ、明日、明後日がね、どうやら雨の予報になってたから、じゃあちょっと今日はね、干し野菜できないからなと思って。で、まあ、ひとまず外側の葉っぱは剥がしてね。で、まあ、いつも通りスープにするみたいな感じで刻んで、にしても普段スーパーで買ってくる4分の1の白菜っていうのかな。それよりも量が多かったみたいでね、もう鍋に入りきらなくて入りきらないな、どうしよう。いや、なんとか入ってほしいと思って。いや、なんとか、そこをなんとかって言いながら、もう詰め込んで、もう蓋閉まんないんだけどね。閉まんないんだけど、蓋乗っけて、みたいな感じで、もう無理やり煮込んでね、鍋にたっぷりの白菜作って、だから今日はね、そんなお腹空いてないというか、まあ他のものいろいろと食べてたんだよね。いろいろと食べてたのと、あとは今日は別に白菜の気分ではなかったんだよね。白菜のスープ食べたいなって気分ではなかったんで、なんかそんなにね、白菜のスープの食が進まないというか、まあ量が多かったのかな。いつもだったら食べきってる量だったのかもしれないんだけど、今日はさすがにちょっと量が多かったんでね、食べきらず、まだ残ってるよって感じのね、白菜のスープを急遽作って、今日は食べましたって感じ。かわいいね、ためちゃんね。どうしたの？入らないのかな？夜食べれなかったのかな？負けちゃったのかな？カニタンさん、
最近の白菜はでかいよね。そう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 。私もびっくりしましたね。だからでかいから外の葉っぱをさ、ちょっとだけ剥いて、で、冷蔵庫の中入んないからさ、と思って。で、あとどうしようと思って、新聞紙ないからさ、うち。新聞紙ないんだけど、まあ最近レジ袋でね、でっかいのっていうの宅配っていうかさ、グリーンビーンズがいちいちね、ビニール袋にね、レジ袋に入れて持ってきてくれるわけよ。だから、大きめのなんかレジ袋が増えちゃって、どうしようなんて思ってたんだけど、それはそれでまたね、そうやってさ、使い道があるんで、あ、だからまたうまい具合にね、現実創造してるわっていう感じでね、それにちょうどすっぽりっていうのかな、ちょっとちっちゃかったかなっていう感じなんだけど、白菜が入って。で、これ冷蔵庫入るかしらと思ったんだけど、なんとか入って、お、入った、ぴったり。ぴったり入ったよ、みたいなね、感じで収めて、で、残った葉っぱの方をね、鍋に入りきらなかったけれども、そこをなんとかと言って、煮込みました。ね、そう、でっかい、だからそんなしても、まだね、冷蔵庫ぎっちりになるぐらいの大きさだったからね。ピヨンさん、我が家ではカツオナが大量に余ってます。そうなんだ。じゃあ、カツオナを作ってるのかな、自分のとこでな。そう、名前はね、聞いたことあってさ、なんかね、カツオみたいな味がするんだっけね、なんかちょっと興味あるよっていう感じなんだけど、いいな。冬野菜なんだ、それってな。てんたまさん、葉野菜の中では白菜が一番好きね。白菜煮ると美味しいしさ、まあ、簡単に調理できるっていうのをザクザク切って鍋に入れればいいだけだからな。なんかいろいろと難しい切り方とかしなくていいから楽だしさ。で、食べるとうまいしさ。で、葉っぱだからね、あんなでっかいけどすぐに火が通ってくれるんでな。ほんと楽ちんでさ、ありがたいよな。カニタンさん、カツオナいいな。ねカツオナって普通、スーパーで売ってないよね。うちの方では売ってないんだけど。だから買ったことがないんでね、食べたことはないんだけど、なんだっけ、メルカリとかのさ、フリマアプリでね、固定種で検索してさ、種を買うんだけど、そうするとなんかね、カツオナとかいうのが出てきてさ、で、カツオナってどんなんだって一回調べたら、なんかね、カツオ節みたいな味がするみたいな、じゃああれ茹でておひたしにしたら、鰹節なしで、鰹節かけたみたいなおひたしになるのか、そりゃ節約できていいな、みたいなね、いう感じで気にはなってたんだよね。カニタンさん、カツオだよだ。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もしぶとくやっておりますよ。で、今日は晴れたんだな。で、洗濯して、で、あれだ、にゃんこのカリカリがね、なかったんだよね。だから本当は昨日買いに行かなきゃと思ってたんだけど、昨日はサボって買いに行かなかったから、今日は、今日は午前中から買いに行かないと、にゃんこのお昼のカリカリがないと思って。で、いい具合にさ、今、杉薬局でね、にゃんこのカリカリがさ、15%オフのクーポンがついてて。で、今日はなんかね、杉友の日だったんだよね。あ、今日火曜日かと思ってさ。そうすると、前はね、なんか15%引きと8%引きのクーポンがあったんだけど、最近なんかそれなくなっちゃってさ。まあ、15%引きのクーポンはあるんだけど、8%引きがなくなって、なんかね、ポイント5倍とかいうのになったんだよね。で、なんかね、確か杉薬局って併用できるからポイントさ。だからまあ、併用できるんだろうなと思って、まあ、あんまりシステムがわからないので、まあ、ちょっとね、多めというか、カリカリが15%引きだろで、杉友の日で一品15%引きだから、にゃんこシーツを買ったわけね。トイレシーツを買ったわけね。で、あとね、そのポイント5倍とかってなるやつ。
ようにカセットコンロの、カセットガスがね、杉薬局は、まあ安いというか、まだ値段が上がってないのでね、買うなら今のうちかなと思って、それをさ、買ったんだけど、なんかね、なんだ、対応じゃなくて、適用されてなかったっぽくって、なんか普通にただカセットガス買ったみたいな感じでね、ちょっと騙されたよっていう感じで、もうにゃんこのだけにしとけばよかったみたいな感じでね、わざわざ買いに行ったんだけど、ちょっと、なんかお得感が、薄れてショックみたいな、お買い物の、ご報告でございます。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。カイニタンさん、博多のお雑煮に欠かせないので、あ、そうなんだ。福岡出身のリクエストで、東京のスーパーでも見かけるようになりました。ああ、なるほどね。じゃあ、あれか、九州の方の、野菜なんだね。で、こっちの方の野菜ではないんだ。フィオンさん、ファニタンさん、それは知りませんでした。福岡門がお世話になっております。そうなんだよ。東京ではね、ないよな。だから、多分、あったとしても、そうやってさ、一部のスーパーとかで取り扱ってるぐらいなんじゃないかなと思うんだよね。うちの近所では、カツオだっていうのは確かね、置いてないと思うんだよね。私は見かけてないだけかもしれないんだけどさ。で、あとは、今日はそうだ、失敗したんだ。今日はショート動画の、撮影編集をやっておりましたっていう感じで。まあね、ゆず大根作ってあったじゃん。で、ゆず大根の大根のところは食べちゃってね。で、つけ汁が残って。で、つけ汁もね、結構使うからさ、調味料。もったいないからさ、調味料高いの使ってからさ。だからね、そのまま捨てるのはもったいないんで、いろいろとリメイクをいつもするんだけどさ、まあ、それの動画でも撮ろうかなと思って。んでね、ショート動画で撮るかなと思ってね、撮ってたわけよ。で、玄米を最初さ、水につけてたんだけど、ああ、そうかと思って、寿司酢にすればいいかと思って、寿司酢にするには、まあ、海苔あるからさ、海苔巻きにして、食べればいいかと思ったんだけど、玄米じゃ難しいなと思って。で、白米な。白米どうしようかな。備蓄開放するのもめんどくさいから、スーパーで買ってきちゃおうかななんていうふうに思ったんだけど、今日はね、割引のシール貼られてなかったんだよね。もし割引のシール貼られてたら、スーパーで買ってきちゃおうかなと思ったんだけど、今日はね、貼られてなかったんだよね。だからなんかわざわざうちにあるのに買うのもなんだかなと思ったんで、しょうがないと思って備蓄用にさ、保管してたやつを開放することにして、じゃあそれをね、開放する動画もね、撮ろうと思って、まあそれはただね、真空パックっていうのかな、にした袋を開けてね、どうたらこうたら言うだけの動画なんで特に失敗も何もないんだけどさ、その後な、その白米を使って、まあ寿司酢を作ろうとしたんだけど、まあそれが失敗でな、頑張った割には残念だったよっていうね、一日でございました。スーパーで見かけるようになった。ぴょんさん、今日仕事始めでしたが、あ、そっか、今日そうだね。今更ながらの明けまして今年ものやりとり多くてうんざりしたわ。ああ、そうなんだね。そっか、仕事始めだと一応、あれか、今更でも明けましておめでとうございますって挨拶するんだね。カニタンさん、都心部はあまり置いてない。そうだよね。同級生たちは自分で育ててる人もいます。そうだろうね。なんか種売ってるぐらいだから、まあ育てることはきっとできるんだろうなっていう感じよね。私はアンテナショップで、買ってます。ああ、
なるほどね。アンテナショップで売ってるか、そうかもしれないね。ちゃんとその、野菜を分かっててどうしても欲しいっていう風に思ったら、アンテナショップに行けば手に入るってことか。なるほどね。別にほら、私はそのカツオーナをさ、利用した料理を知らないからさ、必要に感じてないんでね、特にないからといって不便を感じてなかったけど、そうなんだ。じゃあどうしても味の決め手になるような、結構じゃあ特徴的な野菜っていうことになるのかね、春菊的なね。春菊もね、味特徴あるからさ、なんだ、すき焼きには春菊ないとみたいなところがあるんじゃないの。まあ、すき焼き作ったことがないからわかんないけど、ただ味的な想像すると私は、すき焼きには春菊ないと嫌な気がすると思って、春菊好きなのでね、まあ、春菊嫌いな人は結構いると思うから、ちょっとどうだかわかんないけどさ、そう、なんだっけ海苔巻き失敗してな。失敗したけども、無駄にするのは嫌なので、そのまま、動画は使いますけど、みたいな感じでね。で、時期的に、あ、そっか、海苔巻きって言ったら、もう恵方巻きかと思ってさ。だから、あ、恵方巻きってことでいいかと思ってな。恵方巻き失敗してみた動画にして、編集してまとめてみましたみたいな感じで、今日もな、2本ショート動画を編集して終わりましたよっていうね、感じでございますよ。そんくらいかな、今日の話はな。杉薬局行って、スーパー行って、で、紅生姜が欲しかったんだよね。紅生姜好きっていうのかな。紅生姜欲しいなって思って、まあだから本当だったら海苔巻きにしないで、お稲荷さんにすればね、なんだっけ、玄米でパラパラなご飯でも、まあ大丈夫だったのかもしれないけど、まあそれ失敗したからね、そういうアイディアが出てくるだけでさ。その前はね、まあ海苔あるから海苔巻きにすればいいわと思ってね、で、海苔巻きの具をどうしようと思ったわけよね。わざわざ買うのもなーなんていうふうに思って。で、まあ卵はあるから、とりあえず卵を焼いて入れんじゃんと思って。で、まあ、あとな、きゅうりな、きゅうりがあると彩り的にもいいんだけどと思いつつ、まあ、きゅうりは高いんだよね、今ね。旬の野菜でもなければね、物価の値上がりでさ、1本100円すっからさ、で、それが2本入りで200円で、消費税で220円みたいな、こんな感じじゃん。たっけえなと思って、一回わざわざ買わなくてなと思って買わなかったんだよね。いや、買わなくてよかったよね。あんな大失敗するんじゃさ。無駄にするもんね、と思ってね。いや、買わなくてよかったよ、と思って。で、卵と、で、ね、紅生姜入れて、巻いて、巻いたはいいけど巻けなくてね、バラバラになっちゃって、ぐっちゃぐちゃ。ぐっちゃぐちゃ。で、まあ動画ではね、失敗したっていうので終わらせて、で、残った食材ね、どうしようかなと思ったんだけど、ちょうどね、海苔巻きにしたら4本分ぐらいあったんでね、おにぎらずみたいな感じにして、せっかくのパリパリの海苔でもったいないんだけどさ、まあ、そこにね、ご飯乗せて、ラップで巻いて、爆弾おにぎりみたいにして、明日用のご飯になりましたとさ。めでたしめでたし。ね、ぴょんさん、突然始まるクイズ、若者言葉、問題、ででん、精神統一とは、なんて意味でしょうか。精神統一とはなんて意味でしょうか。わかんない。皆さんお考えください。どうぞ。シンキングタイム。というわけで、本日もタロットカードタイムに参りましょうかね。
ショパン。では、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、今日はね、ショート動画をさ、ここ数日、昨日、今日と作ってるからさ、ね、どんなショート動画が今はね、流行ってるというか、どんなものを皆さん作ってるんでしょうかと思ってさ、さっき見てたわけよね。そしたら、なんか、買ってよかったものみたいな動画が流行ってんのかなわかんないんだけど、なんか結構ね、そういう動画が出てきて、それともそれを見たから出てきたのかわかんないんだけどさ。で、へえ、そんな便利なものがあるんだ。よく知ってるなーっていうのでね、すげえなーって思いながら、感心しながら見ててさ。で、それだとなんかね、洋服を互い違いにかけられるので、収量がアップするとか、あとカーテンにつけるね、タイマーみたいなやつで、タイマーでね、時間でカーテンを開けたり閉めたりできる装置っていうのかな、があって、へーと思ってさ、だからそれだと防犯になるっていうのとか、朝ね、日が出たら勝手にカーテンが開くとか、あと今、世の中そうなんだって思ったのが、カップが勝手にボタンを押すと、なんか混ぜてくれるっていうカップがあって、で、それがね、朝忙しい時間に、プロテイン混ぜるのにね、便利だっていうのでさ、ああ、なるほどね、と思って、私はプロテインなんか飲まないから、そんな混ぜるのにさ、忙しいなんて思わないけど、皆さん朝ね、プロテイン飲むのがもうね、日課なんだ、習慣なんだと思って。で、そのね、カップが勝手にね、プロテインを混ぜてくれてる間に、自分がね、身支度整えることができるから、買ってよかったアイテムだよっていうのでさ、なるほどなと思って。まあ私だったらココアひたすら混ぜるんでさ、それぐらいかなとかって思うんだけど、でもまあそれのためにそのカップを洗うことの方のがめんどくさそうと思うんだけどな。まあ確かに朝忙しい時にプロテイン飲む人にとってはね、便利なグッズなのかもしれないね。へえって思ったのがね。なるほどって思ったので。あとは結構被ってたのが、スーツケースの車輪につけるカバーっていうのかな。まあ、それがみんな買ってよかったとかってやってて、それだとなんか車輪のところにつけるカバーを洗えばいいからね、その車輪を、拭いたりとかする必要がないから楽だとか言ってて、どうなんだろう。装着するのがめんどくさいんじゃねっていうふうにね、思うんだけど、まあ確かにね、掃除するときは、車輪だと本体がついてるからね、本体がついてない分、楽なのかもしれないけど、ただまあそもそも私ほら、スーツケースをそんなにさ、使う機会がないんでね。でさ、スーツケースですげえなっていうのがあって、それはいいなって思ったのがあるんだけど、なんだっけ、ドリンクホルダーがついてて、で、しかも手前に、なんかちょっと開けられるようになってて、そこでね、スマホとかパソコンとか、なんか充電できるようになってて、で、しかもね、手すりのところ、スマホをかけられるようになってて、まあ、それでね、動画見たりだとか、そういう風にできるようになってたり、まあ、とにかく多機能でさ、まあ、そうだよね。確かに暇な時にね、スーツケース持って座ってる時に、そういうところに立てかけてね、見れたら、
楽ちんでしょうねっていうのでさ、なんかちょっといいな。ドリンクホルダーいいよなと思って。結構あるじゃん。ドリンク持ちながらスーツケース持つっていうことはさ、それは良さげって思ったんだけどね、そんなものを紹介しておりましたよ。カニタンさんわかりませんね。わからないね。なんか誰もみんな考えること諦めたみたいなので。ね、はい、終わりましたよ。で、あとは、今日の質問は何だったっけ？いいえが56%。いいえ56%。今日の質問何したんだっけ？今日の質問何だったっけ？わかんない。思い出せないな。今日の質問なんだっけね。その時に見てた動画が、だからね、難しいんだけれども、大体この時にやってたことが、起きるみたいな、何年周期とかっていうのがさ、あるじゃんか。だから、大体この年にはこういうことが起きるだろうみたいな、ことがなんとなくわかるみたいのがあって、で、それがね、今年はまあ飛行機事故が多いだろうっていう話で、まあもうすでに起きたけど、まあまだね、始まったばかりだからあるんじゃないのかっていうのでね。で、あとは、何があったっけ？あとはメディアのなんちゃらかんちゃらって話だったかな。だからまあね、今テレビ業界がね、なんかざわざわしてるから、テレビが終わるんかねっていうね、感じだよな。カニタさん、大樹さんお仕事ですよ。大樹さん、はい、LINE でリアストップ。カニタさん来た。ありがとうございます。では、大樹さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。月のカード、不安のカードだね。ダイアルカナだね。ダイアルカナが出ましたね。不安のカードですね。やっぱりこんな時代だから、そういうカード出てきちゃうのかね。なんかもうね、もう YouTube も、もうそんな話題一色でな、あっちもこっちもな。なんか面白いのが見たいんだけどな、サクッと面白いのが見たいんだけどな、と思うんだけど、全然出てこないんだよね。これは月ダイヤルかなか。タロット、番号がわかんないな、読めないな。タロットの、月で出てくるかな。タロット月、合ってる。正位置は不安を表します。正位置だね。逆位置なら事態が安定する。また今日も正位置のが良くない感じのパターンか。タロット月の基本意味。月は曖昧な状態を表すカード。カードに書かれている道は一つ前の星で見つけた目標を実現させるための道筋を示しています。ただ、星と同時に時間帯は夜。月明かりではあらゆるものがはっきりと見えません。そのため、見通しの悪さや見えない小石を心配しながら歩くことになります。空に浮かぶ月にも緊張が、拭えない表情。ただ、必ず朝はやってきます。また、18にナンバーを持つタロットである月のカードは、心配や恐れを明確に作用するもの、作用もありますが、豊かさにつながるエネルギーも秘めているのです。なんですって。月に書かれたシンボルの解釈、うつむき顔の月、
妄想にとらわれている可能性。二つのと未来は予測不能。月に吠える犬と狼。犬は従順さ。狼は本能的感覚。危機の察知。緑の草地と青い荒野。草地は安全地帯。荒野は孤立無縁。キーワード、聖一、揺らぎ、ぼんやりとした月明かり。進むべき道がはっきりとしない中、不安に心が揺さぶられます。月の聖一の意味は、不安が大きくなったり、悪い妄想がどんどん膨らんだりと、心が揺れやすい状態です。また、敵は隠れたところにいることを暗示する場合も、キーワード、不誠実、秘密がある、不安、幻想、揺らぎ、不鮮明な状況、虫の知らせがある、悲観的になる、悩み別、読み解き例、恋愛、誠実な愛ではないかも、仕事、トラブル、管理が大雑把、対人、人の言葉に敏感、怒りやすい、決断、どう決断しても呆然と不安が残る。はい。人物やキャラクターに当てはめて読み解く。聖一、謎が多く安入な雰囲気。秘密主義で簡単に人に、本心を見せない。想像力豊かな芸術家肌で、共感能力が高い。時にネガティブな感情に引きずられることも。はい。深読み。池の水面に姿を現すザリガニは、このぐらい感情や恐怖心を表しています。そしてタロットカードでは、水は潜在意識の象徴。心の奥底に隠れていたネガティブな感情が浮き上がることもあるでしょう。しかし、それを振り切ってこそ、願望実現への道を、進めるのです。はい。まとめ。曖昧な状態や揺れる心を表すカード。聖一なら未来を不安や妄想が膨らむ状態を表すカードでした。月には心の奥を照らす神秘的な力が宿っています。聖一の場合は心がどんなにぐらついても自分自身としっかり向き合ってください。はい。一方で逆位置の場合は見えた現実を踏まえて夢や目標へとさらなる歩みを続けましょう。逆位置だったらよかったな。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は不安のカードだね。みんな不安になってるのかな？大丈夫ですか？ね、不安は地球の周波数なので、地球にお返ししてくださいね。それは本来の自分ではありませんので、不安を感じたら、これは私のものではありません。お返ししますって言えばね、大丈夫ですから。はい。ぴょんさん、正解は、ででん、授業中に寝ることだそうです。精神統一、そうなんだ。愛媛大学、私も知りませんでした。みんな寝てんのか、今な。みんな寝てんのな。そっか。じゃあ、お休みにするか、今日はな。あとは何の話したらいいのかわかんないな。ネタは X でも見てみる？いつも見当たらないけどな、ネタはな。トレンド、間質性肺炎、なんのこっちゃ。猫がいる暮らし。能登島水族館、ジンベエザメ。ショック、何がショックなんだい？ちょっと見てみようか。音楽だね。
ああ、八代亜紀さんが亡くなったのがショックってことかね。そうだね、びっくりだったね、ちょっとね。こんな時こそ、タイムラインに花を咲かせよう。里親募集トレンド2500円ってなんだ？トレンド2500円って何ですか？えーっと、わかんないよ。どこに2500円なんて文字があるんだ？ 2500 フォロワー達成。意味がわかんないな。はい。震度5弱、情熱クラブ、フーマのストーリー、フランス新首相、そういえばフランスのあれ、オリンピックって今年かね、もう4年経つっていうこと、東京オリンピックから。遅れてもそのまま4年ずらすわけじゃないんだね。今年、やるんだね。かわいいな猫。楽天セール今楽天セールやってんのか？フランス新首相ってことは首相変わったの？なんか若いマクロンさんじゃなかったんだっけ？ 34 歳。34歳で首相になるんだ。すげえな。マクロン大統領がガブリエル・アタル氏を新首相に任命した。同国史上最年少、同性愛者である。そうなんだね。はい、34歳でございますよ。いいね。私よりもいくつ年下なのかもう計算ができない。はい、みんなね、精神統一してるみたいだから、今日終わりにしようか。あとは、じゃあ、ヤフーニュースでもちょっと見てね、みんなまだ精神統一してるようだったら、終わりにすっかね。絶対合格したい。ああ、そっか。あれか。受験の季節か。受験の季節に、あれか。じゃあ、震災があったね。着信歴なき妻と対面、自衛隊投入は後手後手な、フランス首相に34歳、ここにもあったな。サンマ水揚げ5年ぶり増も低水準。サンマって今の時期だった。なんか、春秋ぐらいだったっけと思ったけど、サンマって今の時期だったんだな。T ポイント4月22日に名称消滅。なんか V ポイントになるんだっけ？そう。で、消滅で思ったけどさ、ラジオのなんかね、AM 放送がなくなるんだっけ？と思ってさ、災害用にね、手回しラジオ、AM じゃないとさ、FM だとほら、なんだ、スマホとかでアプリで聞けるかもしれないけど、ね、電気が使えなかった時用にさ、AM ラジオがないとね、なんてふうに思って手回しでさ、AM ラジオが聞けるようにさ、わざわざさ、買ったっちゅうのにさ、わざわざ買ったっちゅうのにさ、AM ラジオあんの？じゃあもうダメじゃん、これゴミじゃんみたいなさ。じゃあ何？電気ない時にさ、どうやって情報を取れっちゅうわけみたいなね、状態になってるよってなわけで、みんな眠いみたいなので、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。
あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。そんなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。出た。バイなら。